6曲目インビシブルウォール。はい。これもずっとライブでやってて、やっと音源化って感じですね。そうだね。めっちゃね、ありがたいことに音源ないんですかっていう声もね多かった曲だったから、やっとね、撮りました。ちゃんと。これはどうなんだろう。あんまり好きな人多いよね。あ、そうだね。確かに。私結構原型をとどめた、なんだろう、高校生の時の作った感じ、それをなんか割とそのまんまのなんかテンション感のままレクしてる。なんか曲あんま変えず、そうボーカルシャウトの歌詞は少しちょっと変わってるけど、少しだけど、でもこれはなんか本当に全部英詞だから、いや全部じゃないか、英詞が多くてね、英語喋れないもんね。英語歌ってでもなんかこの曲があったからなんかこう乗り越えられたものがあったりしたなって、壁乗り越えていこうぜみたいな曲だから。ブルーウォールですね。つまずいた時とかね、なんかムズムズしてるとかに聞いてほしい。一番真面目じゃない？このアルバムの中で。一番真面目だね。確かに。だけどおりません。ふざけてない曲です。まあそこがあえてなんかあれだよね、高校生らしさ出てるよね。いや、そうだね、出てるね。遊んでないか。なんか真面目に、結構ね、高校生の時バンドとしてもうまくいかないことがわりかしあったと思うので、そんな時の、ね、心情がそのまま入ってるみたいな曲です。はい。7曲目なんだと思う？当てる。言っていい？言っていい？あれはもう。調べた？調べてない。正解。頑張って思い出そうとした。これもドラム殺しの曲ですね。あ、まあ全部だと死んでるか。いや、これ早いからね、一番テンポが。これはもう私が男でバンドすんならこんぐらいやりたいっていう気持ちで作り始めた曲です。だから楽器隊はみんなすごいです。これは真面目なメタルコア作ろうと思ったんだよね。まあそうね、メタルっぽい、まあハードコアっぽいアングラ感のある曲、アングラ感がある曲がちょっとやりたいというか、アルバムの中に欲しくて作り始めて、でそれをガクさんに投げて、でガクさんがもう専門の方じゃん、そういうジャンルのね。もうね、ゴリッゴリに話し合いつつ、こうね、いろいろ試行錯誤してったらこうなっちゃったっていう。これね、結構ヘッズパートがあったりとか、新しめなこともね、新しい挑戦的なバンドとして、ね、ヘッズパートをぜひ聴いてほしい。ぜひ聴いてほしいです。こうなると思わなかった。いい意味で。確かにな。ここまで変化を遂げれると思わなかった。そう、一番最後のパートラップしてほしいっていうのをユキナにバンドサウンドをいろいろやってる段階で言ってたの。ユキナに一番最後ラップしてくれって。それがすっごい楽しみだったんでレコーディングの後来る音源が、そしたら想像以上に良くて、そうすっごいお気に入りの曲です。結構ラップパートも結構練り直して、もうちょっと短かったけど、いやもうちょっとなんか結構最後の最後まで我アマトは結構凝ってたかもしれない。やってたね。そうだね。結構なんていうの？合いの手？合いの手？そう、合いの手をどこに入れるかとか、どれを消すかとかもめっちゃこだわった。8曲目 LCG ですね。ね、これはね、の1年以上前に配信したから本当にね、だいぶ前だけど、そう10月に出してる。で作っててすごい楽しかったよね。あれなんかガクさんのとこでさ、そう
やってたよね。そうみんなで行ってねそうなん作っだ。た曲。そうこれ全然1年しか経ってないからあれなんだけど、なんていうのなんか若い感じしない？すごいなんかファッションそうなんか当時だったから作れたのかなってもうちょっと思ったりするぐらいキラキラしてこうさ成人にねこうなるタイミングみたいな時だったから、 10代で作ったの。そうそっか。もうねさえちゃんと初めて多分曲を合わせたのも LCG だよね。あ、そうだね。うんそうだったね。そんな出会いの曲です。なんでやろ。分からんけどそんな曲の内容じゃないけどなんかこの曲もそのこんな感じにしたいっていうそのシンセトラックのこんな感じにしたいっていうイメージはあってでそれをダウンサイドっていうねメタルコアトラップコアだ、トラップコアそうっていうねバンドさんにお願いいたしました。本当に今まで LCG より前の曲で歌詞を考えるときすごいもう無理だってなってたんだけどLCG は本当なんかこうしようかなしようかなめちゃくちゃ楽しいみたいななんか、曲もさこのフレーズを入れようみたいになった時めちゃくちゃいいなみたいな好みだなとか、すごい作るのが楽しいっていうのを一番感じた最初に感じたかもしれない、LCG が個人的には。そうなんだ。確かに結構ねまあ聞きなじみが多い方も割といると思うのでねまたアルバムに入った LCG も改めて聴いてみてください。10曲目限界でもないこれの沼曲これも結構沼あっさりねもう書いてて楽しかったですねそうだねこの曲いい。これめっちゃ好きなんです、うんサビがすごい好きだね。そうちょうどねこの曲を作った時ピアノの音がこの曲入ってると思うんですけど、ちょっと不穏なメロディーを入れてこの時ちょうど私はなんかねトラップとかにハマってたのラップのトラックのねトラップっていうジャンルとかにハマっててで結構なんか不穏な暗い感じだけどかっこいいみたいなイントロになりました。だからねこの沼なんか何かにハマりすぎちゃったみたいなこう戻ってこれなくなっちゃうぐらいハマったっていうテーマがその後から決まったんですけどそうけどなんかそれがいい感じにめちゃめちゃマッチした曲だなって思った、サビ私はこれ一番好きかもしれない、この曲のサビ、私も一番好き。めっちゃねだから基本風呂でメロディーを考えるんですけどそうお湯ね浸かりながら考えるんですけどこれ一番早かったよいしょってなったのがこういう曲が早かったです。自分で歌おうとしたらめちゃくちゃ高くて出なかった旅。いや高いよね。いや高いね今回のアルバム全体的に高いよな、歌詞とかさ作ったのガクさんにうんこういう感じでみたいな見せるんだけど笑ってたねやばいね笑ってでもこれでも結構友達を見てて思いついた曲でこういう曲でもずっと作りたいなと思ってたら祭りのそのトラップっぽい曲とすごい合うなと思って沼ってる感出てるよねすごいねでもなんか結構戻れないみたいなこれもね歌詞読んでほしい一通り聞いた後に読んでほしい。10曲目最後の曲 Want to Tie Up というやってくれって言ってるのタイプくれって曲、そうこれはねなんか花冷えがアニメの曲のオープニングをなんだろう担当するなんていうもしも花火がアニソンをやったならの、やったとしたらって体で作った曲、ちょっとアニメっぽいようななんだろうなんかねこれももともとこのイントロじゃなかったんですよ、そうでまあねプロデューサーのね田原岳さんに、作り直してこいと言われましてで作り直してでそう作り直した時に昔のアニソンをすごい聞いた、だからなんだろう言葉を選ばないで言うとしたらちょっとずさめなイントロにわざとしたって感じですね。あれ今でもねいいからねそういう昔のアニソンってね。
そうそうそう、よく聞くからかも考えた。祭りが結構しっかりアニメのテーマみたいなのも考えてくれる。そうなんか歌詞を書くときになんかさこうどういうアニメかが決まってないと書けないなって思って軽く自分で勝手に考えてるの書いてそれをユキナとこう話し合って投げて話し合ってみたいな感じで歌詞を作ってるんですけどだからなんかねなんだろう中身はないでも花の戦士とか中身はないけどそう花の一応花がテーマの戦士たちがなんかこうメインキャラクターになってるみたいなアニメの曲花がモチないよーフ紳士たちの話。そう戦士ね花火屋がオープニングをするってことはただの爽やかアニメアクションアニメじゃなくて人間関係ドロドロアクションアニメだと思います。主人公はバラがモチーフ。そうバラがねなんか一応こう戦隊系のアニメだったら主人公って赤じゃんやっぱだからバラってことにしようと思ってそう主人全部ねこれ想像なのが怖いんですけどそうバラってワードもサビ入れようみたいな感じで入れますけど敵は天狗なんでしょ。そうけどねこれがねちょっと難しすぎてやり方がだからね歌詞全部変わったんだよねなんかうちの中ではねこう深夜アニメをイメージしてたんだけど戦士がメインつっても深夜アニメをイメージしてたんだけど夕方ぐらいでお願いしますということでこう分かりやすい歌詞に使いましただから結構聞き取りやすい分かりやすいんじゃないかな、歌詞は私のとこ多分めっちゃ聞き取りづらいし何言ってるか分かんないと思うけど、めちゃくちゃ面白い12秒っぽい言葉をいろいろ組み合わせてますね。で結構ねアウトロは感動すると思います、熱いよね結構。熱いもう超熱いかっこいいよね。ボンチュータイアップねいろんな意味が含まれて普通に花火園でも新しい感じの曲だしね結構王道でドーンとストレートなタイアップも時代曲調もぜひタイアップくださいお願いします。お願いしますこんなのも作れます結構ねいろんな面がわかるっていうかこんなのも花火絵できるんだみたいな一枚になってはいるかなと思います。まあファーストフルアルバムだからすごい硬くなっちゃった、結構ね攻め曲ばっか攻めたね全部、になってるから全部さ持ったりしそうだけどそうでもさ超バランス良くないだって最初から聞いてってさ限界沼ライフでもうなんか超重たいの来てさうわ超胃もたれってなった後にウォンテータイアップで全部消化されるのでなんかそのもう一回でまた最初から聞きたくなるんだあれすごい不思議だよね。そうだね、そのまま聴いてほしいね。いっぱい聴いてください、いっぱい聞いてください。ぜひ CD も手に取ってねそう歌詞カードをね見てほしいぜひこっちのジャ写真ケ写もね可愛いしそうそうだねそうメンバーの写真とかが歌詞カードの中に差し込まれてたりとかするので、あとクラウドファンディングをしていただいた方は、クレジットとしてアルバムに名前が刻まれております。はい期待しております。みんなで作ったアルバムといっても過言ではないということでね4人だけで作ったもんではないから、みんなでね作り上げたものなのでぜひお手に取ってくださいそんな感じでミュージックビデオもね我山と、公開されております。そして令和マッチング世代も夏に出しましたので、合わせてね見ていただければと思います。てな感じでライブもぼちぼち再開してきたら会いましょう。バイバイ。バイバイ。まあ美人なお姉さんだわって思ってたけどだからもう最初出会った時そのサイクロンの3月の
やった企画でさえちゃんとこうご挨拶して、その時はねもうほんとね予想できなかったいやその時はさ予想できなかったようなお姉さんだった、まあその時はさ、そうだよねもうすごいさこう今度スタジオ、確かに確かに。こう入ってくださいみたいな感じですごいこうお互いさこううんうん。感じで挨拶したんだけど、蓋を開けたらこんなやつでした。自分で自分で言わせてしまう。まあでもねなんか頼れる人ができたって感じで、そのバンドに、花冷えに、でもなんか花冷えらしい、なんか花冷えらしい。いやそうだね、でもすごい花冷えこうさ待望の女子ドラマーだったから、花冷え的にもそうだからすごいね、まあ運命だよねそのタイミングしかり、確かに。うん確かに